毎日義母から精神的に追い詰められる日々。私はすでに限界を迎えていた。もう無理よ。実家に帰らせてもらいます。私がそう言うと、夫は冷たい表情でこう返してきた。なら離婚だな。お前みたいなのを養う意味だってないし。この人は一体何を言ってるのだろうか。私は夫に記入してもらうと、速攻で離婚届を提出した。その後、義母と夫は一気に崩壊することとなったのだった。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。私は今まで仕事にばかり打ち込んできたせいで、出会いが全くなかった。のぞみもそろそろ34歳だし、結婚とか考えたらどう？いいよ。私はあまりそういうのに興味がないし。親からやんわりと結婚を促されていたが、私はきっぱりとその言葉を遮って、結婚に関心を持たないようにしていた。私は恋愛において自分に自信がなかった。だからかなり臆病になっていたのだ。きっと必死になって彼氏を作っても、結婚に至る前に別れることになるだろう。そうやって期待して裏切られることは嫌だった。考えただけで心が苦しくなる。私は昔、彼氏にひどい捨てられ方をしたことがあった。彼氏は私のことをとても大事にしてくれていると思ったのだが、実は何人もの女性と浮気をしていたのだ。どうして浮気なんてするのかと問い詰めたら、その男はひどい発言をした。毎日寿司や焼肉を食ってたら飽きるだろ。だから、たまにさっぱりした薄味の料理とかを挟んでるだけだよ。あ、ちなみにお前が薄味の方な。彼はそう言って私を嘲笑った。この時のことがきっかけで、私は恋愛に臆病になり、男性に対して心を開けなくなっていたのだ。親にこのことは話していないが、なんとなく私が恋愛を怖がっていることは分かっているようだった。本当なら私だって、ちゃんと恋愛をして結婚もして親孝行をしたい。だが、なかなか一歩を踏み出せずにいた。そんな中、ある日私は運命的な出会いをする。今度新しく取引が決まった会社の担当は、のぞみくんに任せるよ、と上司から言われ、私は新しい取引先へ挨拶に行った。はじめまして、まさとと申します。はじめましてのぞみと申します。先方の担当者と名刺交換をしたのだが、担当であるまさとという男性に私は一目惚れをしてしまった。見た目の雰囲気だったり、声だったり、すべてが私の好みだった。それから私は、毎回取引先に行くのが楽しみになっていた。彼は爽やかな笑顔でやり取りをしてくれて、私はいつもドキドキしたものだ。まるでホストクラブに来てるみたいだなと、自分で自分を笑った。だが、もちろん仕事はちゃんと完璧にこなした。のぞみさんは本当に仕事ができる方なんですね。勉強になるところがたくさんあります。そんなことないですよ。いやいや、そんな謙遜しなくても。そうだ、もしよかったら今度お食事に行きませんか？今一緒にしている仕事が落ち着いたらでいいですので。はい。わかりました。私は自然に食事に誘われて、それを承諾してしまった。今までの私だったら、そんなこと絶対になかった。食事に誘われても絶対に行かなかったので、ガードが固い女だと思われていた。だが彼の食事の誘いには、自然と行く気になったのだ。それから後日私たちは仕事に食事へ行った。彼はとても紳士的で、そして話がものすごく面白かった。仕事の時は真面目だが、プライベートではユーモアがあって気さくで明るさもあった。だから私はどんどん彼に惹かれていった。誰かを好きになったのは本当に久しぶりだと思う。そしてそれから彼は私を定期的にご飯に誘ってくれるようになった。のぞみさんと一緒にいるととても落ち着くんですよね。そうなんですか？はい。だからもしよければ休みの日もデートに行きませんか？
デート。ああ、嫌だったら無理にとは言いませんが。そんな、嫌じゃないです。私もマサトさんとデートに行きたいです。本当ですか？よかった。じゃあ、まずはゆっくりカフェにでも行きましょう。気になってて、行ってみたかったお店があるんです。わかりました。私は彼から休日デートに誘われて、すごく嬉しかった。久しぶりに新しい服を買って、私は気合を入れてデートに臨んだ。その服かわいいですね。とても似合ってます。ありがとうございます。彼は私が新調した服を褒めてくれて、とても気遣いのできる優しい人だなと思った。そして私たちは何度かデートを重ねていき、付き合うことになった。何年も彼氏がいなかったので不安な気持ちもあったが、それ以上に彼とお付き合いをしたいという思いの方が強かった。久しぶりの交際で私は慣れない部分もあったが、彼はそんなことを気にせずに男らしくリードしてくれた。この人とならずっと一緒にいたい。そう思えた。そして交際を始めてから1年後、私は彼からプロポーズをされたのだ。今まで俺は結婚とかに興味がなかったんだけど、のぞみと出会って初めて結婚をしたいって思ったんだ。だから俺と結婚してこれからの人生をずっと一緒に歩んでください。そう言って指輪を渡してきた彼。私の答えはもう決まっていた。はい。よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。私の両親に結婚が決まったことを報告すると、とても喜んでいた。のぞみ、おめでとう。いい人が見つかって本当によかったわ。涙を流して喜ぶ母を見て、私はここまで心配をかけていたんだなと少し反省した。そして結婚が決まり、一つ親孝行をすることができてよかったと思った。それからお互いの親に挨拶に行ったのだが、私の親はマサトのことをとても気に入っていた。すごく爽やかで礼儀正しい人ね。仕事も一生懸命に頑張っているようだし、彼ならのぞみのことを安心して任せられるよ。私は両親が彼を認めてくれて嬉しかった。そして義実家への挨拶も無事に済ませて、私たちは結婚式を挙げることになった。結婚式には、たくさんの友人や職場の人が参列してくれて盛大に祝ってくれた。みんなから祝福の言葉を言ってもらい、この上ない幸せを味わった。それから新婚旅行に行き、私と夫の新婚生活がスタート。私は結婚してからも仕事を続けていたので、夫婦共働きの状態だ。だから家事は分担して行っていた。残業がある日は協力しながら、お互いがそれぞれ料理の日や掃除の日を請け負った。夫は一人暮らしの時期が長かったので、ある程度の自炊ができた。基本的に丼物だったりパスタとかが多かったが、それでも作ってくれるだけありがたい。休みの日はお互いにカフェ巡りが好きだったので、行ったことのないカフェを開拓していた。車で行くことが多かったので、ドライブも兼ねてそのまま海に行ったりもして、いろいろと楽しい時間を過ごした。そんな感じで新婚生活はとても幸せだった。恋愛に臆病だった私が、こんな幸せな結婚生活を送れるなんて思っていなかったから、本当に嬉しかった。これからも、夫と楽しい思い出を作っていくのだろう。子供もできて、温かい家庭を築いていくこともできそうだ。そんな風に考えていた私。まさかこの後に、あんな地獄の日々が訪れるだなんて夢にも思わなかった。夫と幸せな結婚生活を送って2年の月日が経った。私たちは相変わらず仲が良くて幸せだった。そんな中、ある日思いもよらない出来事が起きた。父さんが倒れた。それは突然の義母からの連絡だった。義父が家で急に倒れて、救急車で運ばれたというのだ。私たちはすぐに病院へと向かった。原因は心筋梗塞らしい。そして救急治療を行ったのだが、義父はそのまま帰らぬ人となってしまった。
どうして私を置いて先に行ってしまうのよ。義母は病室で白い布をかぶされて眠る義父を見て泣き崩れていた。私も夫も義父の死はとても悲しかったが、義母の落ち込みようは見てられないほどだった。葬儀でも義母は悲しみに暮れていた。夫はそんな義母の姿を見て思うところがあったようだ。葬儀を終えた後、夫はこんなことを言ってきた。母さんを一人にしておくのは心配だから、俺の実家で同居しようと思うんだ。同居。ああ、母さんの落ち込みようを見たら心配で。マサト。私は同居についてはあまり乗り気ではなかったが、夫のためを思うと同居をするべきなのかなと思い始めた。わかった。お母さんと同居しよう。ありがとう、のぞみ。早速母さんに連絡をするよ。夫はそう言って義母に同居を提案した。義母は一人きりになり寂しさを感じていたようで、すぐに同居を受け入れた。こうして義実家にて義母との同居生活が始まった。義母は同居生活が始まっても、やはり義父を失った悲しみが強いようで、あまり元気はなかった。だから私と夫はできる限り、義母の負担を減らすように家事を分担してやった。今まで同じ生活なので難楽ではない。まあ義実家の方が前の部屋よりも広いからちょっとだけ時間はかかるが、それは大した問題ではなかった。だが同居生活が半年ほど経った頃、義母の態度に変化が現れ始めた。ちょっと、のぞみさん。あなた、どうしてマサトに家事をやらせているの？共働きなので家事は前から分担していて。何を言ってるの？家事は嫁がやるべきでしょ。っていうか、前から分担していたってどういうことかしら。夫婦で暮らしていた時も、マサトに家事をやらせていたの？はい。ありえないわ。そんな嫁をもらった覚えはないわよ。義母はそうやって急に怒鳴り出した。これから家事はマサトに絶対にやらせないから。あなたが全部の家事をやりなさい。そんな。それからというもの、家事はすべて私がすることになってしまった。夫が今まで通り家事をやろうとすると、義母は、マサトはやらなくていいのよ、と言って、決してやらせようとしなかった。私は一人でやることになり、毎日大変な思いをしている。義母は日に日に元気になっているようなのだが、それに比例して私へのあたりも厳しくなった。ちょっと、なんなのこの料理。全然美味しくないわね。こんな料理をマサトにいつも食べさせていたの？信じられないわ。義母はそうやって、私の家事に常に文句をつけてきた。そして夫は、そんな義母の悪口を止めないのだ。ねえ、どうして私がお母さんに悪口を言われているのに、止めに入ってくれないの？母さんが元気になってきた証拠だろ。ちょっとくらい言わせてあげなよ。父さんを亡くして悲しんでたんだから。義母が元気になってきたのはいいことだが、それは理屈としておかしい。私が文句や悪口を言われる筋合いはない。その後も義母は私への悪口を続けていった。そして孫はまだなのかとか、仕事はいつ辞めるんだといったプレッシャーもかけてきた。私は家事の負担が増え、義母からストレスをかけられて、心身ともに辛くなっていた。そしてそんな中、私は夫に関して不倫をしているんじゃないかと疑わしく思うことが起きた。そのことを知ったのは、同僚から来た LINE でだった。これって、マサトさんじゃない。マサトはその時、出張だと言っていて家にいなかった。そして同僚は自分の旦那さんとちょうど旅行に行っていた。地方の観光地に行っていたのだが、そこでマサトが見知らぬ女性と一緒に私服で歩いていたのだ。同僚から送られてきた写真を見ると、明らかにマサトだった。もしかしたら、一緒に出張に行っている人かもしれない。そう思いたかったのだが、平日なのにスーツ姿ではなく、
私服で観光地を歩いているのは明らかに仕事ではないだろう。私は一気に絶望した。夫は私のことを裏切っていたのだ。そんな状態で、ひどい態度をとってくる義母と一緒に暮らすことなんてできない。私は興信所に調査を依頼して、夫の不倫の証拠を集めることにした。証拠写真はすぐに集まり、離婚の準備はどんどん整っていった。その間も義母の私への罵倒は相変わらずというか、さらにひどくなっていた。夫はそれを止めることなく、興味がない様子だ。どうせ、不倫相手とのことで頭がいっぱいなのだろう。忙しい仕事と家事の合間に少しずつ時間をとって、やっと弁護士との離婚の準備が終わった。毎日義母から精神的に追い詰められる日々。私はすでに限界を迎えていた。私はある日、夫を呼び出してこう言った。もう無理よ、実家に帰らせてもらいます。お母さんの私への態度はあまりにもひどすぎるわ。私がそう言うと、夫は冷たい表情でこう返してきた。なら離婚だな。お前みたいなのを養う意味だってないし。俺は今まで自分が使えるお金が少なくて、不満が溜まっていたんだよ。この人は一体何を言ってるのだろうか。夫婦で同じ額を家に入れていたんだから、使えるお金が少ないのは、あんたが浪費をしすぎているか給料が少ないかのどちらかで、私のせいではないだろう。私は一気に夫に対しての愛情が消え失せた。まあ不倫をしていた時点で、もう離婚しかないのだが。いいわよ、離婚しましょう。私はそう言って離婚届を突きつけた。夫は、やけに準備がいいな、と驚いていたが、後には引けないようで離婚届を受け取って記入を始めた。私は夫に記入してもらうと、速攻で離婚届を提出した。そして義実家に戻ると、荷物をまとめ始めた。あら、もしかして離婚したのかい？やっぱりね、あんたみたいな女はマサトとは釣り合わないと思ってたのよ。そう言って私をバカにしてくる義母。夫も一緒になって笑ってきた。確かにそうだな。離婚が決まってよかったよ。私は高笑いをする二人を無視して、義実家を後にした。その後、義母と夫は一気に崩壊することとなったのだった。私はすぐに弁護士を通して、夫の職場に内容証明を送った。その内容はもちろん不倫についての慰謝料の請求だが、他にも義母から毎日のように受けた嫁いびりによる精神的苦痛についても送り、そのことについての慰謝料を請求した。そのことで夫の職場の人たちに全てが知られることになった。そして夫の不倫相手というのは職場の後輩だったため、かなり周りから冷たい目で見られているらしい。また女性が多い職場だったため、夫は多くの反感を買い出世の道が断たれたそうだ。不倫相手は周りからの冷たい目に耐えることができず、自主退職したそうだ。そして元義母は元夫に、母さんのせいで多額の慰謝料を支払うことになったんだぞ。と責められ、縁を切られたらしい。またご近所さんに嫁いびりをしていたことを知られ、避けられているため、完全に孤独になったそうだ。一方、私は実家で暮らしながら、一生懸命に仕事に打ち込んでいる。元夫とは違い、私は誠実に仕事に取り組んできたので、つい最近昇進が決まった。これからも仕事を頑張って稼ぎつつ、新しい趣味でも見つけて自分の人生を充実させていこうと思う。元義母も元夫も自分勝手なところが親子そっくりですね。主さんはそんな彼らと縁が切れてよかったと思います。これからは自分自身のために生きて幸せになってくださいね。マサトの次の嫁はこの子にすることにしたよ。私は耳を疑った。次の嫁って、どういうことでしょうか。私がそう聞くと義母はめんどくさそうな顔をした。
察しが悪い女ね。つまりあんたはもういらないの。タイムリミットが来たのよ。タイムリミットって何のことでしょうか？もうあんたに子供を期待しても無駄でしょ。だから若い子に新しく嫁に来てもらうんだよ。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。私にはマサトという夫がいる。夫とは合コンで出会い、夫は私より6歳も年下だった。だから私は自然と恋愛対象からは外れると思っていたのだが、当時夫は、俺はのぞみさんに惚れたんです。年齢とかそんなの全く気にしてないです。と言い、もうアプローチをしてきた。そんな彼の熱い思いに私は恋に落ちてしまい、彼と付き合うことに。それからは順調に交際を続けて私たちは結婚に至った。だが結婚に至るまでは少し大変だった。私たちは早速お互いの両親に挨拶をしに行ったのだが、義母は年の差を理由に結婚に反対してきた。34歳って普通なら結婚して子供を産んでてもおかしくない年齢だと思うけど、何か問題があって結婚できなかったのかしら。何言ってんだよ母さん。失礼だろ。あら、大事なことよ。あなたは一人息子なんだし、結婚相手は慎重に選ばないと。義母は年齢だとか独身期間が長いこととか、私が気にしていることをズケズケと言ってきた。すると義父が、こら、マサトが選んだ人なんだから俺たちが反対する権利はないだろう、と義母を叱ってくれた。のぞみさん、私の妻が申し訳ない。義父がそのように注意してくれたので、義母はおとなしくなった。こうして私と夫は無事に結婚の承諾を得て結婚することになった。だが義母は承諾はしたものの、私を認めたわけではなかった。夫の実家は、地元では知られた地主の家系で、義母はそれをとても自慢していた。まあ、そういう家なので、夫は甘やかされて育ったところがある。それでも別にわがままになったわけではなく、むしろ緩い性格で私はそんな夫のことが好きだった。だが婚約中から問題はいろいろとあった。義母にいきなり呼ばれて、顔を売っておくようにしなさいと地域の女性たちに私を紹介。どうやら家が地主ということもあり、地域の婦人会でも義母は代表を務めていて、リーダー的な存在らしい。私はとりあえず言われるがまま地域の人たちに挨拶をした。すると皆さん優しく接してくれて、小声で頑張ってね、と言ってきた。おそらく義母との関わりについて言っているのだろう。どうやら婦人会の人たちも義母のことは苦手なようだ。味方がいることを知り、私は少し安心した。義母からは、結婚前にブライダルチェックを受けて妊娠できるかどうか調べなさいと言われた。私は義母にそんなことを言われてちょっとムッとしたが、確かに年齢的にも高齢出産となりかねない。正直、自分でもこの体が妊娠できるのかどうか気になっていたので従うことに。婦人科で診察を受けると、お医者様から大丈夫ですよと言ってもらえた。これで安心して結婚できると思い、義母に報告。だが義母は、あら、そう、と冷たい反応。お前が調べろって言ったんじゃろが。と怒りそうになったが、ぐっとこらえた。もしかしたら良くない結果を期待していたのか。子供が産めないと分かったら結婚に反対できるとでも思ったのだろうか。そんな風に不安に思っていると、結婚式の前日に私と彼は義母に呼び出された。食事会をするから実家に来いとのこと。正直、結婚式前は私は自分の両親と食事をしたかったのだが、私の両親は、お相手の家にお呼ばれしたなら行ってきなさい、と自ら遠慮した。だから私は彼と一緒に義実家へ行くことに。そこで義両親と食事をして、食後のデザートも食べ終えたとき、義母が私たちに、同居の件だけど、と言い出した。私は耳を疑った。同居なんてワードがいきなり出てきたからだ。結婚式の後、すぐにでも私たちは構わないから。
どうやら義母の中では同居前提で話が進んでいるらしい。いやいや冗談じゃない。せっかくの新婚生活をいきなり邪魔されてなるものか。私は慌てて義母の話を遮った。いや、お母さん。同居って何のことですか？そんな先のこと、結婚前に話されても私たちも困るんですが。私がそのように言うと義母は目を丸くした。まるで私の方がおかしなことを言っているかのような目だ。あら、マサト、あなたまだ話してなかったの？私は慌てて彼の方を見た。すると彼は顔色一つ変えずに、ああ、まだだったかも、と言い出したのだ。どういうこと？いや、母さんと前から話してたんだよ。結婚したらこの家に一緒に住むって。ちょっとそんなの聞いてないわよ。悪かったよ。でもそういうことだからさ。のぞみもどうか受け入れてほしい。そんな、今思えばこの時点で結婚をやめればよかったと思う。だが私はこの時は2年前でちょうど32歳になった時。もう今を逃したら、新たに恋愛をして結婚するのは難しいかもしれない。そんな焦りもあったのか、私は道を誤ってしまったのだ。結局、結婚と同時に義実家で義両親と同居することになったのだ。だが結婚生活は想像以上にひどかった。まず同居といっても2世帯じゃないので、プライベートはほとんどない。そのため新婚生活のような甘い時間は一切作れない。さらには義母は顔を合わせるたびに私をいびってくる。のぞみさんって本当に顔が地味よね。料理も家事も普通のレベルだし、何の取り柄もない女って本当に残念よね。こんな風に私自身を罵倒してくることは当たり前。そして婚約中にさえ子供が産めるか調べろと言ってきたほどなので、孫はまだか、というプレッシャーもめちゃくちゃかけてきた。あなた、自分がいくつか分かってるの？もう子供産んでないとダメでしょ。子供産めないならこの家にはいらないんだからね。ちゃんと男の子を産みなさいよ。今時そういうことを言う人がいるんだと驚いたが、まあ義実家は地主でもあるし、古いしきたりとかが根強いのかなと思った。他にも私が仕事をしていることにもぐちぐち言ってきては、いつ仕事を辞めるの？と圧力をかけてきた。私は今の仕事が好きだし、それに義実家に引っ越してからは特別に車通勤を許可してもらっているので、辞めるなんて迷惑をかけることはできない。そこだけは絶対に譲れないので、私は義母から何を言われても受け流していた。すると義母は、仕事を辞めないなら月10万を私に渡しなさいと要求してきた。つまり生活費を入れろということか。義母は夫に甘いので、家賃も生活費も何一つ要求していなかった。だが私が思い通りにならないので、腹を立てて私個人に要求してきたのだろう。まあ、今まではタダで住まわせてもらっていたので、それくらいはいいかと私は月10万円を義実家に入れることにした。事務職だから、これだけ奪われたら自由にお金は使えないでしょ。義母は不敵な笑みを浮かべながらそのように言った。まあ、そもそも私はあまりお金を使うタイプではないし、物も本当に使えなくなるまで使うから生活はかなり地味だ。義母は勘違いして、私がお金がなくて貧乏な生活をしていると思ったのだろう。だが私にとっては特にそれは辛くはなかったし、むしろ他の義母の嫌がらせの方がめんどくさかった。そんな生活を続けてきて、気がつくと2年が経過していた。さすがに34歳にもなると、義母だけではなく、夫までもが、どうして子供が生まれないんだよ、と私のことを責めるように。まさか夫がそんなことを言ってくるとは思っていなかったので、私はびっくりしてしまった。それからも夫は義母と一緒になって私のことをいびってきた。私たちは愛し合っていたはずなのに、夫は2年間の義母との同居生活を経て少しずつ義母に洗脳されてしまったようだ。
義母だけならまだ耐えられた。また夫とは夫婦としてはいい関係を築けていたつもりだった。だからここへ来ての夫の裏切りはかなり辛かった。そして夫と義母はさらにありえない行動に出た。それはある日、私が仕事から帰ってきた時のこと。居間に行くと義両親と夫の他に見知らぬ女性がいた。見た目は夫よりも若そうで20代の中盤くらいの印象だ。一体誰だろうと思っていると、義母にちょっとそこに座りなさいと言われた。とりあえず席に着くと、義母はいきなり驚きの発言をしだした。マサトの次の嫁はこの子にすることにしたよ。え、私は耳を疑った。次の嫁って、どういうことでしょうか。私がそう聞くと義母はめんどくさそうな顔をした。察しが悪い女ね。つまりあんたはもういらないの。タイムリミットが来たのよ。タイムリミットって何のことでしょうか。もうあんたに子供を期待しても無駄でしょ。だから若い子に新しく嫁に来てもらうんだよ。この子は今23歳で婦人会にいる近所の人の姪っ子さんなんだ。顔だってあんたより綺麗だし、元気で可愛い男の子を産んでくれるだろう。なんて人だ。まだ私と夫が夫婦であるにもかかわらず新しい嫁を連れてくるなんて。いくらなんでも夫だってこれには反対してくれるはずだ。そう思っていたのだが甘かった。夫はそういうことだから。これ早く書いてね、と私に離婚届を突きつけてきた。私はショックを通り越して呆れてしまった。そんなに子供を産むことは大事なのか。こんな人たちと一緒にいたら私の人生はダメになる。ちなみに結婚前に義母を注意してくれていた義父は、あれから全く役に立たず、結婚してからのこういったいざこざには一切関わろうとしてこない。わかったわ、書けばいいんでしょ。私はそう言って離婚届を記入した。義母と夫は私が書いたのを見て喜んでいる。そして私は財産分与はなしということでと言った。当たり前よ。あんたにマサトの大事なお金を与えてたまるもんですか。そうだぞ。今まで俺の収入に頼ってたからって調子に乗っちゃダメだからな。何を勘違いしているのかそのように言う夫と義母。まあ、そのまま知らないままでいてほしい。こうして私はあっさりと夫と離婚をした。荷物をまとめて実家に帰ると、両親はとても驚いていた。事情を説明したら理解してくれたし、離婚して正解だと言ってくれたが、それならもっと早くにそういったことを話してほしかったと少し怒られた。両親に謝った後は、私は単身用のマンションを探すことに。会社の近くに住もうと思い、いろいろと探しているといい物件があってどれも迷う。そうして私が夫と離婚してから1ヶ月が過ぎた。すると私の実家に、いきなり元夫と元義母が押しかけてきたのだ。ちょっとのぞみさん。どういうことなの？一体何なんですか？いきなり来て。こっちがどういうことなのか知りたいぐらいなんですが。これだよ。元夫はそう言って、テレビ画面を撮った写真を見せてきた。そこには取材に答える私の姿が。画面のテロップには居酒屋の名前と私の名前があり、私の名前の横にはオーナーと書かれている。どうしてあなたが居酒屋のオーナーなの？あなたはただの事務職の OL よね。ああ、昨日の放送を見たんですか？事務職は今後別の事業をする時のために経験を積んでいるんです。居酒屋については、曽祖父の代から続いている老舗からのれん分けした店舗で、5年くらい前から私が父に代わってオーナーをしているんです。私は大学を卒業後に、夜間の調理師専門学校を出て調理師の免許を持っていたので、会社員をしつつ、夜と土日は父の居酒屋で料理人として働いてたんですよ。今は別の事業の準備をするために、お店の方はほとんど店長に任せているんですが、今回はオーナーも取材したいと言われたので出演しただけです。
元義母と元夫は私の話を聞いてびっくりしていた。まあ、それもそうだろうな。両家の挨拶で父が居酒屋を営んでいると言った時、ただの個人のお店だと勘違いしたのか、義母は、あ、そうなんですね。とだけ言って、それ以上話を掘り下げなかったからだ。ちょうどよかったわ。あなたがそんなに稼いでいるとは思わなかったけど、好都合よ。離婚取り消すってことだよ。すぐ家に戻れ。元義母と元夫がそのように言ってきたので、私はどういうことと聞いた。どうやら新しく嫁にしたあの若い女性が家事は一切しないし、かといって働くわけでもなくニート状態で手に余っているらしい。しかも元夫のことをおじさんと呼び、子作りのためにそういった行為をするならお金を渡せと言ってくるんだとか。もし無理やり行った場合は警察に通報すると言って、元夫と元義母を困らせているそうだ。詳しく聞いたところ、その女性は高校を卒業後ずっとニートをしていて、彼女のご両親も手に余っていたそうなんだとか。そこで婦人会の人は、ちょうどおかしなことを言って嫁を募集している人がいると身内に提案し、元義母に姪っ子である彼女を紹介したというわけだ。私はその話を聞いて笑ってしまった。元義母は全然リーダーでも何でもなくて、完全にバカにされているようだ。元義母は周りからそんな風にアホだと思われていることを知り、恥ずかしくてたまらないらしい。だから一刻も早く私に戻ってきてもらい、私に義母を擁護して周りからの評判を回復させてほしいと言ってきているのだ。また元夫については、その寄生虫の嫁がどんどん好き勝手に自分の給料を使うので、すぐにすっからかんの状態なんだとか。しかも嫁は家事をしてくれないので、お弁当なんかも当然用意してくれず、小遣いが全くない状態で毎日仕事の昼休憩を乗り切らなきゃいけないんだとか。事なかれ主義の義父に至っては、早々に元義母と元夫を見捨てて、一人で安いアパートを借りて、実家を離れて自分だけの生活を守っているんだとか。元義父らしくてそれも笑える。大変なんだよ。だから戻ってきてくれ。そう懇願してくる元夫。私は笑いをこらえながらも最後にこう言ってやった。どこまでアホなの？全部自業自得でしょ。あんたたちが私を追い出して、あの女を連れてきたんだから、その後のことも全部自分たちで責任を持ちなさいよ。これ以上居座るなら警察を呼ぶから出て行って。私に拒絶されて元夫と元義母はうなだれながら私の実家を後にした。その後の二人のことは知らないが、元夫と結婚していた時に仲良くなって、今でも連絡を取っている婦人会の人に聞く限りだと、元義母もパートに出ないといけないくらい家計は切羽詰まっているらしい。そして相変わらず、新しい嫁は何もせずに金食い虫のニート状態だそうだ。追い出そうにも、あの手この手で居座ろうとするので、元夫も元義母も完全に疲弊しきっているらしい。本当にいい君だ。私はようやく引っ越し先を決めて、理想通りの部屋に住んでいる。快適な一人暮らしを経験すると、もう結婚なんてしなくていいやと思ってしまうが、また恋愛はしたいなと思うので、ゆるーく恋愛をしつつ、今は仕事に打ち込んでいこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。